はい、皆さんこんにちは。今日はいつもとちょっと違うスタイルの動画になっています。いや、スタイルは同じなんですけど、Twitter でジャンルのアンケートをしたら意外にも事件系、胸クソ系、怖い話系が人気だったんですよね。で、僕も最近結構海外の YouTuber でえぐい話とかぶっ飛んだ話する人にハマってて、今日はお試しで世界のとんでもない事件を紹介していきたいと思います。好評でこういったストーリーテリング系の動画がみんな好きだったらコメント欄に書いていってください。最近世界でいろんな対戦型のゲームが増えてきてますよね。皆さん知ってる人もいると思いますけど、僕は Apex が好きで、最近はこういったねバトロワが人気ですよね。島に降ろされて現地で武器を調達して戦い生き残ったら優勝スタイル。ホラーな対戦ゲームだとデッドバイデイライトってゲームがあるのを皆さん知ってますか？あのゲームってサバイバー4人がキラーから逃げつつ発電機を直して脱出、キラー側はサバイバーを勝って全滅させるっていうゲームですよね。映画でもスラッシャー系とかで殺人鬼とサバイバーっていうねシチュエーションが結構人気だったりしますよね。皆さん知ってると思うんですけど、僕もねホラー映画大好きで、大学生の頃よくそういった大学生が森に行ってね殺される系の映画たくさん見てきました。映画で見てたら、こいつなんで今ここで行くのとか、いや主人公それ絶対言っちゃいけないやつみたいな感じで結構ね突っ込みたくなるようなシチュエーションたくさんありますよね。自分だったらなぜか生き残れるみたいな根拠なき自信みたいなのがあって、それはね映画の世界ですよね。それが現実で起きていたとしたら、話は違います。1982年アラスカ州アンカレッジ市東部80キロの地点にあるクニック川で、当時川付近のキャンプ場や観光地の見回りを担当していた警備員がブーツに入った状態の足を発見しました。その頃アンカレッジでは売春婦や家出少女がね次々と行方不明になるっていう事件が起きていたんですね。最初の体が見つかったのはエックルータナ通り近くで作業をしていた建設作業員によって発見されました。ただ身元がわからないから捜査官によってエクルトナ・アニーと呼ばれていたんです。次にジョアンナ・メッシーナの体が砂利採取所で発見され、遺体の3人目が川で見つかったのがシェリー・モローでした。この事件を担当していたアラスカ州警察のグレン・フロスは、これら一連の犯行は同一犯と考えていたんですね。さすがに同じ地域で立て続けに起こったから関連してんだろうって、彼女たちの体をもとに犯人のプロファイリングを FBI である捜査官ロイ・ヘーゼルウッドへ依頼しましたが、その結果は1年後に出ることになります。場面は変わって翌年の1983年6月13日、アメリカ・アラスカ州、男性がトラックを運転していると、何やら慌てた様子で助けを求める女の子が視界に入ったんです。何かがおかしいと運転手はトラックを止めてね、その女の人をよーく見てみると、女の人は驚きの姿をしていたんです。手には手錠をかけられており裸足、女の子はトラックの窓を叩き、ここから早く逃げたいといった様子で取り乱しており、必死に何かから逃げてきたようですごく怯えていたんです。このシチュエーションだったらどっちでも捉えられますよね。やばいやつから逃げてきたのか、あるいはね警察に捕まった状態から逃げてきたのか。そのトラックの運転手は様子がおかしいと思ったので、女性をね当然トラックに乗せてあげて、トラックは少し走ったところにあるムッシュインモーテルへと女の子を送り届けました。モーテルに着いた女の子は恋人がいるビッグティンバーモーテルへと電話をかけてほしいとお願いして、実はその間にトラックの運転手が明らかに様子がおかしくて事件に巻き込まれた可能性の女の子がいるということで警察に連絡を入れていたんですね。通報を受けたアンカレッジ警察の警官がモーテルへと到着すると、すでに女の子はタクシーに乗ってビッグティンバーモーテルへと向かったことを知らされました。ここまでだと女の子警察官から逃げたやばい女の子って感じですよね。警官も後を追ってビッグティンバーモーテルへと向かい、そこで事件に巻き込まれたとされる17歳のシンディ・ポールソンを見つけました。警察官は詳しい話を聞こうということで警察署へ連れて行き、そこで何があったのかシンディが語り始めたんです。シンディは売春婦として働いているんですけど、ある夜シンディが客引きをしていると、ハンセンっていう男性が車から降り声をかけてきました。ハンセンの喋り方や態度が紳士的だったこともあり、シンディは200ドルで帰るとお口で楽しむことに合意しました。そしてシンディが車に乗ったのを確認したその瞬間、ハンセンはシンディに銃口を向けたんです。車のドアはロックされ、手錠をかけられたシンディは外に逃げることもできないままハンセンの自宅へと連れ去られることに。ハンセンの自宅に連れてこられたシンディは監禁され、拷問と暴行を繰り返し受けました。そして暴行が終わったかと思うと、次は地下へと連れて行かれ、首輪をはめられ、手足には鎖をはめられ、天井から吊るされてしまったんです。まるでテキサスチェーンソーみたいな展開ですよね。天井からぶら下げられるのって。シンディを吊るしたハンセンは満足をしたのか、体力をね回復するように吊るしたシンディと同じ部屋でソファーで寝始めたんですね。その間シンディはこの先
ここから逃げることもできないんだと大きな絶望を感じていました。シンディその男のね顔がっつり見ちゃってるから、この後間違いなく始末されるって思ったらしいんですね。ただ眠りから覚めたハンセンはなんとシンディをね始末することなく、家に飾られていた狩猟技大会で獲得したトロフィーを自慢し始めたんですね。ハンティングでね獲得した大会のトロフィー、ほら見ろ俺こういった大会でね優勝したんぞみたいな感じで自慢し始めたんですね。もちろんシンディからしたらねそれどころじゃないんですけど、なんかそういう時って心理的にその犯人にね同情じゃないけど犯人の気持ちを理解しようと、あーすごいねとか言っちゃいそうですよね。しばらくしたらまた車に乗せどこかへと連れ出したんです。そして連れてこられたのはメルルフィールドの飛行場。ハンセン曰く自家用機で今からハンセンが所有している小屋に行くのだと。ハンセンが忙しく北へ荷物の詰め込みをしている間、シンディは逃げる機会を伺っていました。このチャンスを逃したら次こそ確実に始末されると思ったシンディは、ハンセンが背中を向けて荷物を詰め込み始めると、シンディは意を決して後部座席から這って運転席まで行って、運転席のドアを開けて必死に走り始めたんですね。ハンセンは慌ててシンディを追いかけましたが、シンディが通りに出ると諦めたようで追ってこなくなったそうです。そして先ほどのようにトラックの運転手に保護されたと説明したんです。シンディはなんとできる女でハンセンの飛行機と車のライセンスプレートを覚えていたんですね。そのことをね警察に伝えると、警官がある一人の男性を特定しました。ロバート・ハンセン。実際に暴行されたとするハンセンの自宅へと向かいました。しかしハンセンは事件への関与を否定。さらにハンセンは確かにねシンディと$200で合意したと語ったんですけど、その後ね彼女がいろいろと問題を起こしたと証言したんですね。するとなんと警官は被害者であるシンディに虚言の疑いを向けたんです。なぜならハンセンは街でパン屋を営んでおり、また街の狩り大会などでもね多くの功績を残していたんですね。そして何よりねハンセンの物腰の柔らかさと友人からのアリバイの証言により、ハンセンは事件への関与なしということで加害者捜査から外されたんです。シンディもシンディでなんかちょっとやましいことがあるのかわからないんですけど、捜査にねあまり協力的じゃなくて、なんかまあ仕事も仕事だし、それ以上何も語らずシンディへのね捜査はそれ以上されなかったんですね。そして話は最初に戻って、森で見つかった足、数人のね見つかった体のプロファイリングの結果がシンディの件から4ヶ月後に出たんです。殺人鬼は自尊心が低く、女性へのコンプレックスや自身へのコンプレックスを抱いていること、実践に長けたハンターであり、戦利品として女性たちの身につけていた宝石などを集めている可能性があること、また蓄音を持っているのではないかということ。いやこの蓄音はねどっから来たのかわかんないけど、てかプロファイリングすごいっすね。こんなはっきり結果出るんですね。僕が犯人とかだったらまあ顔長めとか出るんですかね。そしてこのプロファイリング結果が出たことによって、6月にねシンディを暴行したとされるハンセンが再び捜査場に上がり、自宅及び車、飛行機内の捜査令状が発行されました。そして1983年10月27日、彼のね自宅の捜査が開始されました。ただ連行されたハンセンはまたも犯行を否定したんですね。しかし自宅内の捜査で屋根裏部屋の隠しスペースで行方不明の女性の宝石類と事件に使われたとされる銃が発見され、 X マークのついた航空地図も見つかり、最終的にハンセンは罪を認めることになったんです。自白したハンセンはそのまま逮捕され、警察が把握していた4件の犯行に加え、警察が把握していなかった17件の犯行についても自供し始めました。実際はもっといたかもしれないですけどね。そしてハンセンの口から語られた犯行の手口がこれまた恐ろしいものだったんです。ハンセンは街から連れ去った女性を痛めつけ、自家用機に乗せクニック川付近まで飛び、そこからボートでしか行けないマタヌスカ渓谷のエリアにある自身が所有する小屋へと連れて行きます。小屋に到着したらまたも女性を襲って、ただその後はなんと意外な行動に出るんですね。みんな何だと思いますか？女性をねわざわざ飛行機に乗せて、すごい奥の別荘みたいなね小屋に連れてきて、森の中誰も周りにいない、そこでまた女性を痛めつけて、その後何したと思います？なんと女性の拘束を解き、女性をその場から逃がすんです。そしてここからハンセンの本当の狩りが始まるんです。女性を逃がししばらくしてからハンセンも動きます。ここは人里離れ、周りを渓谷に囲まれた場所。被害者の女性は必死に走って逃げても逃げ場はありません。ハンセンはそんな必死に逃げる被害者を獲物として狩りを楽しんでいました。獲物を見つけたハンセンはナイフや銃を使いました。最後はナイフもしくは銃で、体はボートに乗せ、飛行機に乗せ、アラスカ州の至る場所へ捨てていたんです。
シンディの件でハンセンの友人が彼にはアリバイがあると言った件は、実は何も知らされていないハンセンの友人がハンセンに警察官が来たらこの日この時間俺と一緒にいたことを言えと言われていたんです。なので彼にはアリバイがあったんです。これがハンセンの手口の全貌なんですね。もうなんかパターン化されてそうでまともな思考回路ではないですよね。実はこのロバート・ハンセン、なんと昔から強盗や暴行で逮捕されていて刑務所にも入ったことがある人物だったんです。ハンセンは昔から蓄音があり、思春期の肌荒れの跡なんかも残っていて、それを女性にバカにされたことがあるそうなんです。なので女性にコンプレックスがあったそうなんですね。プロファイリングの結果まんまっすよね。外れたこと一個もない、全部当たってる。そして1960年12月7日、ハンセンは教育委員会のスクールバスのガレージを焼失させたとして逮捕され、アナモナ州刑務所で1年8ヶ月服役していました。出所した後も窃盗事件を繰り返し、数回は投獄されたそうです。1963年には再婚。いや、結婚していたことに驚きなんですけど。そして犯行の拠点となったアラスカ州アンカレッジへと1967年に妻と2人の子供を連れて移り住んだんですね。ただ1971年、この年から最初の犠牲者がいたことを自ら語ったんですね。恐ろしくないですから。表では普通のね、家族の生活をしているのに、裏ではこんなやばいことの行ってるの、頭おかしくならないんですかね。まあもうおかしいんだろうけど。最初の犯行から1年経った1972年、殺人ではなく暴行容疑で有罪判決を受け、6ヶ月の服役。1976年、アンカレッジの百貨店でチェーンソーを窃盗しようとして逮捕。裁判で5年間の懲役刑が言い渡されました。もうこの時点でやばいやつって気づかなきゃダメっすよね。なんでここで出所させちゃうんですかね。しかもここでもハンセンは悪い人には見えなかったらしく、物腰がねすごい柔らかい人で、ハンジはね精神疾患を患っているんじゃないかと彼を心配したそうです。なので裁判所は投獄した際に精神科治療を受けるようにと更生プログラムを組んで、プログラム終了後、アラスカ最高裁判所はハンセンの刑を減刑し、刑務所での期間満了を得て何事もなく釈放していたんです。何恐ろしいことしちゃってんのって感じですよね。プロファイリングの結果はすげえ見事で全部当たっていたのに、窃盗や暴行でハンセンが逮捕された際は彼がヤバいやつだって見抜くことができなかったんでしょうね。結果的にこのロバート・ハンセンは大量殺人を犯した殺人鬼になってしまっているんです。彼は1983年に逮捕され、461年の終身刑を宣告され、2014年に75歳で亡くなりました。以上がロバート・ハンセンの恐ろしい事件の一部始終でした。いかがでしょうか皆さん。本当にね、映画とかゲームで見るような世界のまんまっすよね。いや、ほんとまんま。僕ほんとホラー映画がもともと大好きで、もともとっていうのはまあ最近はあまり見てないので、もともと大学生のこと大好きで、本当にね、森でね、大学生が遊びに行って、そこでやばい殺人鬼と会って狩られるっていうシチュエーションめちゃくちゃあるじゃないですか。そのまんまっすよね。これまんまどころかそれよりえぐいっすよね。こういったことが本当にね、現実で行われていると思うと恐ろしいし、殺人鬼の精神の部分、どんな思考回路してるのかえぐいっすよね。こういった世界のとんでもね、やばい事件とかをもっと紹介してほしかったら、コメント欄にみんな書いていってください。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。